にちは。きらめき餅改め、猫です。今回のテーマはご覧の通り、フライパン、そして猫。腹ペコなので大急ぎでパンを焼いていきたいと思います。作るのはズバリ、肉球パン。両面をこんがり焼く、平焼きスタイルでいってみたいと思います。こねない待たない疲れない。オーブン不要の時短レシピ。電子レンジとフライパンがあればできちゃう。お気軽パン作りです。材料はこちら。準備から完成までだいたい1時間ほど。通常のパン作りはこの3倍以上。時には仕掛け2日3日かかることもあるので、あまり身構えることなく気楽に作っていきましょう。ボウルや丼などを用意し、水、砂糖、バターを入れ、そして電子レンジにかけます。分量はだいたい計量できていれば、あまり問題ありません。スピード重視でいきましょう。600ワットで1分くらい、人肌の温かさにします。バターを溶かしつつ、そこへドライイーストを入れ、混ぜます。万が一熱々になっていると、イーストがダメになってしまうので、ちょっと冷ましてから入れてください。続いて強力粉を半分入れ、トロトロになるまで混ぜます。はじめはボソボソしていますが、すぐに滑らかになるので安心してください。まるでクレープの生地を作っているような感じです。最後に塩と残りの強力粉をすべて入れ、ひとまとまりにします。緑がかっているのは、これが桜葉パウダーだからです。お好きなお塩をお使いください。もしココアパウダーや抹茶を入れたい場合はこのタイミングで入れてしまいましょう。粉っぽさがなくなるまで、キュッキュッとまとめていきます。結構硬くても大丈夫です。私はゴムベラを使っていますが、手で直に生地を触っても問題ありません。はい。これで生地を混ぜ合わせる作業は完了です。驚異的ですね。そしたらラップをかけて再び電子レンジへ。600ワットで30秒。本来であればしっかりこねた後、30分から数時間ほど一次発酵を取るのですが、今回はすっ飛ばします。なんてったって猫は腹ペコです。さあ、台へ出して、生地を分けていきます。ベタベタなりすぎないように、粉を打っておきます。生地を分ける場合はヘラでも包丁でも、なんなら手で分けてしまっても OK です。なんてったって猫は腹ペコです。パン生地は優しく丁寧に扱うべきものとされていますが、超特急で作りたい場合には、この世の原理原則には目をつぶることとします。でも通常のパン作りの際には、心と胃袋に余裕を持っておきたいですね。お家でパンを作るのは楽しいことであってしかるべきなので、細かいことはあまり気にしないでいきましょう。実際作っておいてなんですが、これで本当に美味しくなるだろうかと少々不安になっていたのもまた事実。パンを作っているはずなのに、お団子を丸めているかのような気持ちになっていたせいもあるかもしれません。小さなパーツはブチブチちぎりながら丸めました。個数を確認しつつ、テキパキ進めていきます。この 100G で2つの肉球を作る場合、こんな感じに分けました。大きさも個数も自由ですから、お好みサイズで作ってみてください。さすがに生地がかわいそうなので、ラップをかけてほんの少し休ませてあげました。さて、5分休憩したので十分でしょう。フライパンを準備してクッキングシートを敷き、その上に並べていきます。両面を焼きたいので、こうした方がひっくり返すときに便利です。やや窮屈になってしまいました。もう少しゆとりある配置をした方が、膨らんだ後も、形状が綺麗なまま焼けます。蓋をして、10秒ほど弱火で加熱します。フライパンがほんのり温かくなる程度です。触って確認できる温度にしましょう。さあ、ついにこの時が来ました。焼いていきます。はじめは中火で1分、その後は弱火にしてそれぞれの面を6分ずつ焼いて様子を見ていきます。ご覧の通り、蓋をした状態でだいぶ膨らみます。深さのあるフライパンか、もしくはパン生地を小さめに作るか、工夫してみてください。もはやホットケーキを焼く時の感覚に近いです。使う道具や環境によって火の通りが変わってくるので、温度から離れすぎないように気をつけてください。一応バターで風味をアップしておきましょう。ツヤも出ますし、お好みでどうぞ。よし、焼き上がりました。
この厚さなら両面にこれだけ焼き色がついていれば、生焼けの心配もないでしょう。では、いざ実食。卵も牛乳も使っていないので、体質によっては、ホットケーキの代用にもなりそう。手応えはさっくり系ですがふかふかしていて、食感は適度な弾力と柔らかさ、何より、口どけよく食べやすいです。パン作りの常識を超えた作り方でしたが、出来上がったのはきちんと風味や柔らかさを備えたパンだったのでご安心ください。どんな味だろうとちょっとでも興味を持った方は、ぜひ一度作ってみて、ぜひ感想を教えてくださいね。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。この動画をいいねと思ったら高評価のボタンやコメントをお願いします。重ねて、チャンネル登録もしていただけると大変励みになります。きらめき餅はパン作りの延長線上にある動画作りに邁進していきますので、楽しみにしていてください。以上、きらめき餅、とねこでした。